にちは。今回は負けヒロインが多すぎる第3話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。この子はちゃんと言えて偉いな。やっと負けヒロインにするのか。敗戦処理なんだよな。言えたじゃねえか。負けそう。でも負けるんだろうな。そしてこのサブ隊である。戦う前から負けている。負けているのか。悲しい。お前はすでに負けている。さて部長は彼女持ちなのか、はたまた何なのか。彼女持ちに彼女いるとこで告白する爆死スタイル。これは言い負けっぷりが見れそうですね。ここでこのサブ隊はずるい。負けヒロインの誕生である。サブ隊で負けてるじゃねえか。負けるんかい。まあ告白して振られれば吹っ切れてすっきりするだろ。よく言った。ちゃんと言えただけ他の奴らより立派だ。神レス駅か。砕けるとしても戦うのは他のヒロインより立派だな。たとえそれがダメだと分かっていても戦わなければならない時がある。それは男でなくてもヒロインもそうなんだな。いきなりの告白ラストか。負けなんだろうけど。水着会来たこれ。あんまり注目してなかったが、このアニメかなりいい。神々神々回すぎる。エッチだエッチだエッチだ。素晴らしい海会だった。食べさせてくれるやなみちゃんよい子可愛すぎだろ。実はキャンプ来てるらしい妹のかじゆちゃん目撃の修羅場はないんかい。あのシーン美少女すぎたわ。そりゃ戦う前から負けてるけど、あんまりな引きだろう。相変わらずエンディングの意味素晴らしいな。女の子の精一杯の告白シーンで終了してサブタイトルがドン。戦う前から負けている。人の心とかないんか。でも実際負けてるしな。今までは頭撫でられて喜ぶペット扱いで満足してたのに、自己卑下してたところ慰められてようやく覚悟決めたけど、それってまだ友人レベルになろうとしてるだけだしな。監督が相当有能と見える。初監督でこの出来とは。妹ストーカーしてて草。でもこの子も負けヒロインになるのか。実前は終身名誉負けヒロイン。今回もやなみちゃんが可愛かった。レモンの水着もエッチーの。告白シーンの後であのサブ隊はひどすぎる。やなみさん気痩せするタイプだし、焼き塩さんの日焼け跡もエロくて、いいビーチ会かと油断してたらこまりさん玉砕なんだろうな。原作だと一人で盛り上がって勝手に告白して空気最悪だったけど、なんか良いシーンになってて草。ぬくみずがいい思いしてて腹立つんだが、ただの空気キャラじゃないんか。やなみさんエッチすぎるだろ。自分も父牛女やん。やなみちゃんはルックス、スタイル良くて明るく楽しい。羽にルーズ以外は完璧だから負けヒロインに見えん。やなみさんが焼肉あんするところ可愛すぎた。俺もしてほしい。あんなあんされたら普通勘違いするよね。ああ、この文芸部に入れて。お前らも学生時代、こんなイベントで盛り上がったんだろうな。ねえよ。この主人公、交友関係広いし、めっちゃ話しかけられるし、リア充じゃね。でも知り合いですらないんだぜ。お前らにはなかった経験。日焼け女子最高かよ。本当はお前らにもこんな夏あったんだろ。もう付き合ってんじゃん。もうこいつがメインヒロインでいいんじゃないのか。部長なら作家だった。クソタイトル。なろう作家か。文芸部って考えるとオチはこの作品をぬくみずが描いたってオチになったり。よくこんな小さい文字読めるな。すげえなろうにありそうなタイトル。調べたらマジであったりする。アニメ化決定。まずは書籍化。そしてコミカライズ化を経てアニメ化だぞ。俺も人生でなろう作家には一度しか会ったことないな。青髪ヒロイン、日焼けヒロイン。性格微妙でもこの声だけで許せそう。女子が三者三様で南レプ的なのだが、こまりちゃんのすく水をしっかり見せてほしかった。せっかく告白したのにひどいサブタイ。確定負けヒロイン。サブタイトルが残酷すぎる。すでに数年前から負けていた。戦う前から負けている。告白失敗は何気に初めて。来週は続きかな。演出に悪意あるわ。でもちゃんと言っただけ偉いぞ。他の二人と違って。
無職100可の複数彼女がいてもいいんやで。なのでハーレム多いのは異世界なら現実日本みたいな一夫再生にとらわれなくて済むからだ。異世界なら負けヒロインが量産されない。これ今季一番面白いような気がするんだけど。多分令和で一番面白いぞ。ダークハウスやな。ですよね。同意。いいよね。絵もいい。キャラも立ってる。音楽もかなりいい。お前ら知ってるか？戦わなければ負けることもできないんだぜ。戦わないの最高。一生負けない。この後の展開を描くまでもない完璧なオチだった。これいい作品になりそうだな。少なくとも制作陣はしっかり手抜きせず作ってる。作がすげえな毎回。今のところ気持ちよく見れる青春ラブコメやね。あとエロも素晴らしい。1話はそんなにだったけど尻上がりで面白くなっていくな。サブタイでネタバレって G ガンダムかよ。昔のガンダムは次回予告で誰が死ぬとか平気で言ってたぞ。負けヒロイン何人描いたら誰か引き分けくらいにはならんのかな。2人目の彼女とかで。今期土曜はかなり良作固まってるなぁと感じさせるクールやな。負け犬の青髪メインヒロイン、ヘタレ声が癖になる負け犬キャラよな。声優の力でより魅力的なギャグキャラになったように思う。0秒負け確演出とかかわいそうだわ。エンディング曲あと2つあるのか。つまり4話後とかぼっちとかもそうだけど、エンディング曲変わるタイミングとしてはちょうどいい。作者はあの王が待ってる作品を見て負けヒロインをテーマの作品書いたみたいだけど、本当に描きたいのは残念ヒロインなんだろう。これわざわざ引っ張る必要あるのか。てっきり即答で振られるのかと思ったわ。まあイケメン先輩なら即答で断るようなことはしないから次週に持ち越しなのか。即答で断るとは思うけど、多分断ることだけじゃなくて副部長との関係もちゃんとしようとするんじゃねえかな。合宿会でこまりちゃんのメイン会でしたが、タイトルの時点で失敗するのが分かってる告白ほど悲しいものはない。小動物的な動きがめちゃくちゃ可愛いんだけど、先輩からは恋愛対象に見られてないんだろうなというのが見てわかるのが辛い。いやちゃんと告白するタイプの負けヒロインは俺は大好きなんですよ。負けヒロインなんだけど作者の都合で負けさせれるヒロインに肩入れしすぎてしまうだけで。この作品は尾の中が一番輝くし、その瞬間がヒロインたちが場面に溶け込んでるから美しいんだ。柳アンナのけしからん会は素晴らしいね。焼き塩レモンの日焼け跡もドエロい。アニメの中で青春模様を観測してた。こまりちゃんの告白への導入も最高。柳さんのお肉あんがめっちゃ好きだったな。もうヒロインでしょ。そしてこまりちゃんの勇気ある告白頑張った。エンディングの入り方も良かった。戦う前から負けているはダメだろう。ぬくみず型のヒロインたちと接する時の冴えないラブコメ主人公ぶりと比べて、妹との接する距離感がめちゃくちゃ親密で、妹ルート的なあれだとしても、そんな風に他人との交換ができて、ムードを作れる人間なのが分かった時、おーってなりましたわね。恋愛ポテンシャルがすでにある男。面白い。とにかく芝居が丁寧で、ヒロインたちの魅力が画面から溢れてる。レモンとヤナミはモテるだろ普通に。こまりちゃんも破壊力あるな。安西千佳さんのキャラもいい。特にラブコメにならなくても残念ヒロインだけで楽しめちゃうな。カジちゃんは怖い。夏だ、合宿だ、ラブコメだ。私を海に連れてって、切実。起こしてと手を伸ばすのも、食べる、トランするのも、好きな人にできていれば、いや、できてないから今がある。と思った矢先、溢れた思い、動き始めた物語。行け。サブタイは忘れることにした。冒頭の蛇口の水、本屋でこまりちかさんがビクって驚く場面。海の買い出しで焼き塩レモンに手を引かれ、転ぶ場面の足のもつれ。夜に一人、肉を育てるところ。この話数はずっとだけど、例えば特にそこらへんの絵、だいぶすごい。真夏の果実が咲くかのごとくこまりが部長に告白したけど、サブタイトルが戦う前から負けているの時点でもうさ、不詳。あと文言は可愛い子が来る部活違うわ。
いろいろな方面でアウトすぎるぞこまり。笑い。郷田博明さんの作画監督会ということで首を長くしていたが、とても素敵なアニメーションだった。コーナン使い分ける表情芝居や、過去回と少し異なる個性を感じるキャラクター作画、見せ場であろう焼き塩さんと走る流れの躍動感にあふれた身体表現、すごすぎ。安易な水着会と思うじゃない。本作のそれは一味違うんだな、これが。何しろ同行する女子が4分の3が負けヒロインですからね。しかし本作を視聴してつくづく思うのは、ラブコメって端から見た方が面白いのでは、ということですね。恋愛と関係ないモブを主人公に据えて、3組の三角関係に安全圏から絡んでいくだけで面白い。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。